いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。ジギングルアーメタルジグについて解説いたします。今回は次の6つに分けて紹介いたします。形状、ウェイトバランス、材質、カラー、動かし方、重さ。形状について解説いたします。メタルジグの形状には次の4つがあります。セミロングジグ、ロングジグ、ショートジグ、スロージグ。結論はこのようになります。メタルジグの形状は青物の超過に大きな影響を与えます。それぞれアクションやサイズなどに大きな違いがあり、海域や季節、狙う魚種によって形状は異なります。形状は目で見てはっきりと違いを認識できます。セミロングジグとはジギングで最も出番の多い形状です。やや細長いボディはイワシなど青物が普段捕食しているベイトの形状に似ていて、魚種やベイトパターンを問わずに活躍できる万能なシルエットを持っています。特別なパターン以外はセミロングジグで幅広く対応できるので、初めてジグを購入される場合、セミロングタイプがおすすめです。ロングジグとはセミロングジグよりも細く長い形状です。同じ重さであればロングジグの方が長くなります。タチウオやサンマといった細長い大型のベイトの回遊があったり、細長いベイトを捕食する青物を狙う釣りで効果を発揮します。ベイトの状況は海域や時期などによって異なるため、釣りに行く地域の情報を集めて購入することをお勧めします。ショートジグとはセミロングジグよりも短く、厚みで重さを稼いでいるタイプの形状です。このタイプはロングジグとは逆で、小型のベイトのみに反応する青物狙いに効果があります。幅広い魚種に効果があるというのがショートジグの強みです。根魚にマダイ、アジやイサキなどにも効果的なジグです。スロージグとは平らなボディが特徴的なメタルジグです。名前の通りスローなアクションが持ち味で、他の形状のジグよりもゆっくりひらひらと落下する動きを持っています。そこを徹底して狙う場合は、このタイプのジグが強くなります。釣れる魚種の幅が広く、根魚やヒラメなども狙うジギングにおすすめです。メタルジグ形状のまとめです。万能タイプはセミロング。ベイトパターンに合わせる場合はロングジグ、ショートジグ。そこを狙う場合はスロージグとなります。ウェイトバランスについて解説いたします。メタルジグのウェイトバランスには次の5つがあります。センターバランス、リアバランス、フロントバランス、左右対称、左右非対称。結論はこのようになります。メタルジグはどの位置に重心があるかでアクションと沈み方が変わります。形状によってある程度傾向が決まっている要素ではありますが、それぞれどんな特性を持っているか確認しておきましょう。センターバランスのメタルジグがあれば幅広い釣り方に対応できますが、魚種によっては他のタイプが強いケースがあります。センターバランスとはメタルジグの中央付近に重心が設定されているバランスです。完全に重心が真ん中というものはなく、揺れる動きを与えるために多少どちらかに重心を寄せています。ジャーク、フォールともに魅力的なアクションを持っています。魚種も問わない万能な性能で、多くのジグがこのバランスを採用しています。リアバランスとは重心が後方寄りのセッティングです。センターバランスの水平フォールに対し、リアウェイトではテール下がりの姿勢で落ちていくのが特徴です。沈む時の直進性とスピードに優れています。潮の流れが速いエリアや深い釣り場で選択したいメタルジグです。アクションはセンターバランスのものよりもおとなしく規則的で、青物狙いではややアピールが不足気味な一方で、シーバスやタチウオ狙いではこのおとなしい動きとテール側から落ちていく姿勢が大活躍します。フロントバランスとは重心をやや前方寄りとしたジグです。ラインで引っ張って持ち上げるときは頭から、落ちるときも頭からとなるので、フォールスピードが遅く、ロッド操作にしっかり反応するメリットがあります。デメリットとして、前側に取り付けられているアシストフックが絡めやすいことが挙げられます。メタルジグには左右対称なものと左右非対称なものがあります。正面から見て左右同じ形状のものを左右対称と言います。左右対称なものは水流を受け流すため、引き抵抗が小さく素早く操作しても釣り人への負担が少ないのが特徴です。素早く大きく動かすなら左右対称のジグが効果的です。
左右非対称とは、正面から見て左右で形状が異なるものを言います。左右非対称なものは引き抵抗が大きくなる弱点がありますが、不規則なアクションで魚を反応させる力があります。スローなアクションやポールを重視する場合は、非対称なものが効果的です。メタルジグウェイトバランスのまとめです。定番のジグはセンターバランス。テールから沈めたい場合はリアバランス。フォールを遅くしたい場合はフロントバランス。素早く動かしたい場合は左右対称。アピールを強めたい場合は左右非対称。材質について解説いたします。メタルジグで使用される材質には次の5つがあります。鉛、タングステン、鉄、錫、アルミ。結論はこのようになります。メタルジグの基本となる材質は鉛ですが、水深やベイトサイズの関係から鉛よりも比重が大きいものや小さいものが活躍するシチュエーションがあります。地域や釣り方によって鉛以外のジグが有利になるケースがあります。鉛以外の材質はオプション的な選択肢になりますが、どんな材質があるかチェックしておきましょう。比重とは単位体積あたりの質量を水と比べた時の比になります。水が比重1になりますので、比重が大きければ大きいほど水に沈む速度が速くなります。ちなみに1より小さければ水に浮きます。鉛は最もポピュラーなメタルジグの素材です。多くのメタルジグはこの鉛でできていて、紹介している素材の中で最も手頃な価格で手に入ります。まずは予算の中で重さ、カラー、そして形状と揃えていく必要がありますので、鉛のメタルジグをメインに準備を進めていきましょう。鉛のジグを基準として、鉛よりも比重を大きくしたい、小さくしたいと使い分けることになるので、青物狙いならまずは鉛のジグを使い込むところから始めるのがおすすめです。タングステンはメタルジグに使用されている素材の中で唯一鉛よりも比重が大きい素材です。同じ重さであれば鉛製よりもシルエットが小さくなります。小さくするメリットは受ける抵抗が小さくなることで、水深や流れの影響からジグが着底までに流されてしまう場合や、ベイトサイズが小さく単純に重く大きくすると釣れないというケースで活躍します。デメリットは価格が高いことと手元に感じる抵抗が少なくなることが挙げられます。スーパーライトジギングと呼ばれるアジ、イサキなどを狙うジギングやマダイを狙うタイジギングはターゲットサイズやベイトサイズが小さいことからタングステンジグの出番が多くなります。青物だけでなくこのような魚が釣れるときは細い糸とタングステン素材の組み合わせでジグを軽く小さくする選択肢もあると釣りの幅が広がります。鉄は鉛よりも比重が小さい素材です。同じ重さの場合、鉛製よりもシルエットが大きく受ける抵抗も大きくなります。鉄は鉛に比べて形が大きくまた長くなることでシルエットによるアピール力が大幅にアップします。大きいほど釣れる大型ベイトパターンでの効果が高く、アクションがスローになってジグをゆっくり見せるような釣り方や、大型のベイトに対応する釣りが展開できます。錫は鉄の次に比重が小さい素材です。若干鉄よりも比重が小さい程度で、鉄と同じような感覚で使用できます。潮が緩いとき、もしくは活性が低く、ショートバイト、小さな当たりしかしてくれないような時などに活躍します。アルミはメタルジグで使用される材質の中で最も比重が小さな素材です。アルミは比重がとても小さいため、同じ重さの他の材質と比較してとても大きくなります。フォール、沈む速度もとてもゆっくりで、着底まで鉛の倍以上かかります。その分、アピール力も高まりますが、その時の捕食しているベイトとの大きさなどのマッチングはとても大切になります。船釣りで使用する場合は、鉛などのジグを使用している他の釣り人とラインの沈み方も変わってしまうケースがありますので、遊漁船で使う場合は使用できるか必ず確認するようにしてください。材質のまとめです。鉛は比重 11.3、価格帯は標準となります。タングステンは比重 19.3、価格はとても高価なものになります。鉄は比重 7.8、
価格はやや高いです。鈴は比重 7.3、こちらも価格はやや高くなります。アルミは比重 2.7、価格はとても高くなります。カラーについて解説いたします。メタルジグで使用される主なカラーには次の3つがあります。シルバー系、ゴールド系、グロー系。結論はこのようになります。ナチュラル系からハイアピール系までメタルジグのカラーは様々です。今回は基本色となるシンプルな区切り方で揃えておくべきカラーを紹介いたします。それぞれの系統で人気のあるカラーも紹介いたしますので、ジグ選びの参考にされてみてください。シルバー系はジギングで最も人気のある定番のカラーです。岸からの釣りではブルーやピンクが入ったものが人気ですが、船からのオフショアではアピール力やサイズ感重視のフルシルバーも人気があります。潮が澄んでいたり、太陽が出ていたり、フラッシングを最大限に引き出せるような時間帯が最も投入に適したタイミングです。日中のジギングでは出番となる時間も長くなります。まずはフルシルバー、ブルーやピンクが入ったシルバー系から気に入ったカラーを選んで試してみましょう。シルバー系の反対として用意しておきたいのがゴールドをベースとしているカラーです。ゴールド系はフルゴールドよりもグリーンやレッドが入ったカラーに人気があります。グリーンゴールドはジギングターゲットであるイサキ、そしてマダイの定番として定着しているカラーなので、タングステンジグを買うならグリーンゴールドは一つ持っておくことがおすすめです。投入のタイミングは濁りや曇りなどアピール力が必要なシチュエーションにマッチします。シルバー系を試してダメならゴールド系に変えてみるのが基本的なローテーションパターンで使用されます。最後に紹介するカラーは蓄光して光るグロー系のカラーです。フルグローがラインナップされている製品もありますが、ゼブラやグローヘッド、フロードットなどワンポイントでグローが入っているカラーは特に人気があります。一部が光ることでジグのサイズ感を錯覚させたり、揺れて光が明るくなったり暗くなったりしているようなアピールが人気のポイントです。投入のタイミングはフラッシングの効果が少ないと感じる 100m 以上のディープエリアや曇り・濁りのシチュエーションです。また、ぼんやりと光る独特な明るさは、季節が合えば青物狙いのイカパターンに効果があり、深場で狙う根魚狙いでも高い実績を誇ります。まずは一部がグローとなっているジグからローテーションに加えてみましょう。カラーのまとめです。シルバー系は晴天時、墨潮。おすすめカラーはフルシルバー、ブルーピンク。ゴールド系は曇り、早朝などの暗い時間、濁り。おすすめカラーはグリーンゴールド、赤金。グロー系は曇り、早朝などの暗い時間、水深が深い場合、イカパターン。おすすめカラーはゼブラグロー、グローヘッドとなります。動かし方について解説いたします。メタルジグの動かし方は次の種類があります。ワンピッチジャーク。ワンピッチジャークには次の5種類も含まれます。ハイピッチ、スローピッチ、ショート、ロング、コンビネーション。そして高速巻き、ジャカジャカ巻き、ただ巻き、スロージギング。結論はこのようになります。メタルジグの動かし方は季節や釣れる魚によって様々なアクションパターンがあります。それぞれのアクションをローテーションしたり、ジグの形状やカラーもローテーションしながら、当日反応がいいパターンを探すのが超過アップのポイントになります。ワンピッチジャークはジギングで基本となるオーソドックスなアクションパターンです。1回のしゃくりと1回の巻きを組み合わせるアクションはメタルジグを使うすべての釣りに応用できます。対応できるジグの種類も多いアクションなので、まずはこの動かし方から試してみてください。動かし方は手首と肩を使って穂先を下から上方向に跳ね上げ、穂先を元の低い位置に戻すところまでがワンセットです。穂先を跳ね上げると同時にリールのハンドルを上方向へ回転させ、ロッドを下げるときにハンドルを下方向へ回転させるというのが動かし方のポイントです。対応するジグのタイプはセミロングやロングタイプのジグでバランスや形状を問わず組み合わせることができます。ワンピッチジャークで青物を狙うときにヒットするタイミングはジグを動かしている最中が多く、ロッドの跳ね上げを止めるようなかかり方をします。逃げる小魚がスピードを上げる動きに反応して反射的に口を使っているイメージです。しゃくりが合わせになることもありますが、ヒットしたら追加でしっかり合わせを入れておきましょう。
フォール時にヒットした場合は、着底前にラインの放出が止まります。手元や穂先に魚の動きが現れないケースもありますが、この場合もしっかり合わせを入れるのがポイントです。ワンピッチジャークを素早く行うのがハイピッチ、ゆっくり行うのがスローピッチになります。どちらの動かし方が反応がいいかは、ベイトや魚の活性など当日の状況に左右されます。両方を試して魚が反応するスピードを探してみましょう。ロッドの振り幅を調整することでもアクションのパターンに変化をつけれます。振り幅が小さければショート、振り幅が大きければロングで、こちらもピッチ同様、どの程度の強さがいいかを探りながら釣りを進めるのが超過アップのポイントです。すべての動作を毎回同じとする必要はなく、着底からハイピッチショート、スローピッチロングなど様々な組み合わせがあります。この動かし方はコンビネーションと呼ばれ、特にブリ系に対して高い効果を発揮します。速い動きを追わせてスローで食わせる、水中のルアーの動きをイメージしながらいろいろ試されてみてください。とにかくスピードを出せばいいという状況には、リールを速く巻くだけの高速巻きがおすすめです。スピードは可能な限り速く、捕食スイッチが入った青物は人間の巻き速度を超える速さでもバイトしてくるほどです。高速巻きにロッドでアクションを加えるジャカジャカ巻きも有効です。リールを素早く巻きながらロッドを上下させてジグのスピードに変化を加えます。ロッドが曲がるように肩で上下させながらリールの巻きでスピードを出しましょう。ジグはどちらのアクションパターンにも抵抗が少ないものが適しています。スリムで左右対称なものがおすすめです。こちらもワンピッチジャークと同様にジグを動かしている最中がヒットのタイミングになります。素早く動くジグが青物の目の前を通過して思わず反応するのがこのパターンです。リールの回転をガツッと止める当たりが出るので、しっかりと合わせを入れてください。カンパチはブリよりも底を好む傾向が強く、フォール、着底、高速巻き上げと移行した立ち上がり直後にヒットするケースが多いです。カンパチを狙うときは、ワンピッチジャークで攻める場合も立ち上がり直後に集中しましょう。高速巻きよりも少しスピードを落としてジグを泳がせるように巻くのがただ巻きです。ハンドルの回転は1秒に1回転程度として、ジグのシルエットや揺れでターゲットにアピールします。青物に対しても効くシチュエーションはありますが、魚種はアジ、イサキ、マダイといった青物よりも泳ぐスピードが遅い魚に対して特に有効です。対応するジグは巻いて泳ぐものが好ましく、ショートジグやセンターバランスで左右非対称なものが適しています。ただ巻きをメインとしつつ、スローなワンピッチジャークやジャカジャカ巻きもプラスしながらヒットパターンを探してみましょう。ただ巻きは巻いているジグを見せて追わせるような釣り方のため、巻いている最中にググッと引き込むような当たりがあります。マダイは特に巻きに反応する傾向が強く、平ら場のようにかかるまで巻きを止めないのがポイントです。アジやイサキはフォール時にバイトしてくるケースが多いので、繊細な当たりを見逃さないようにラインにある程度テンションをかけながらフォールさせてみてください。船からのジギングが主な動かし方になりますが、スロー系のジグが得意としているスロージギングアクションです。そこから浮かない青物や根魚に対して効果があります。動かし方はロッドの戻りを待つ、リールのハンドルは1回転巻かない、この2つを合わせたスローなワンピッチジャークです。ロッドでジグを動かすというよりも、リールの巻きでロッドの穂先を曲げるイメージが動かし方のポイントで、巻き量の基本は2分の1回転程度です。軽くロッドでジグを持ち上げたり、巻き量をさらに下げるケースもあります。適しているジグはスロージギングに対応したタイプで、タックルもスロージギング向けのものが望ましいです。タックルの中でも特にロッドは専門性が高く、曲がって戻る独特な調子が求められます。専用タックルもありますので、興味がある方は検索されてみてください。フォールでのアクションを重視した動かし方なので、ヒットのタイミングもフォール中になるケースが多いです。そこに沈んだ青物から根魚まで、フォール時もリフト時も当たりに対応できるように身構えておきましょう。フォール時のバイトは素早い反応が難しく、フッキングも不安定なので、しっかり合わせを入れた方が良さそうです。ジギングルアーの動かし方と相性がいいルアータイプのまとめです。ワンピッチジャークはセミロングやセンターバランス、
高速巻きやジャカジャカ巻きはスリムタイプ、ただ巻きはショートジグ、スロージギングにはスロータイプ。重さについて解説いたします。結論は次の通りです。基本は水深 ×2 プラスアルファ。重さは複数用意。形状や材質の使い分け。メタルジグの重さは水深の2倍をベースとして潮流やタックルの仕様に合わせて重さを調整するのが基本的な考え方です。スムーズに釣りを楽しむにはメタルジグが底についたことを確認できる重さが必要です。着底がわからなければ重いジグへローテーションする必要があります。ラインの太さなどタックルの状況によっても着底の難易度が変化するため、はじめは重めのジグを揃えることがいいかと思います。釣り場にあった中心サイズ、その前後の重さ、難しい状況に対応できる重さ、4種類ほどの重さを揃えておくのがおすすめです。釣り場で中心サイズは水深 ×2、潮が緩い状況は水深 ×2 マイナスアルファ、基本のジグよりも軽くします。着底がわからない場合は水深 ×2 プラスアルファ、基本のジグよりも重くします。潮が速い状況は水深 ×2 プラスベータ、着底がわからない状況よりもさらに重くします。細かな調整は実際にジグを投入してからタックルや海流に合わせた重さを探してみてください。釣果を上げるためには着底を重視することが大切ですが、着底が確認できる重さとベイトに合ったジグのシルエットサイズを調整する必要があります。メタルジグが底についたことが確認できるかどうか、釣りやすいラインの角度をキープできるかどうかは、ラインの太さとジグの形状や素材によっても変化します。抵抗が小さい形状、比重が大きいものほどよく沈み、シルエットも小さいです。シルエットを大きくしたい場合は、逆のパターンで抵抗が大きい形状や比重が小さい材質のジグを選択します。ジグの形状と材質をうまく組み合わせることも釣果アップのコツとなります。基本のジグはセミロング、左右非対称、素材は鉛。流れが速い、早く沈めたい場合はセミロングを重くする。スリムタイプの左右対称、素材は鉛、タングステン。着底に余裕がある、ゆっくり沈めたい場合はセミロングを軽くする。スロータイプ、素材は鉛、鉄、鈴、アルミ。シルエットを大きくしたい場合はロングジグ、素材は鉄、鈴、アルミ。シルエットを小さくしたい場合はセミロング、ショートジグ、素材はタングステン。状況に合わせて釣果アップを目指してみましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。